寝袋が死にました。皆様お疲れ様です。あおさんです。先日牧野高原に行った時にハスキーっていうテントでインナーテントをつけて寝たんですけど、家族で。でその時にエアーマットを引いて、でその上に寝袋を一応3つ用意したんですけど、うちの子供まだその時生後7ヶ月だったんで、そんな大人用のでっかい寝袋に入ってもなんか下の方スッカスカになって、なんか眠いっていうか寒いじゃないですか。なので寝袋をこう全体的にビャって広げて、で布団みたいな感じにして使おうかってなったんですよ。奥さんと話しててね、封筒型の中華製のシュラフ2つ持って行ってたんで、それは普通にもう何のあれもなくこうシュッと開くことができたんですけど、僕一つ超高い寝袋持ってるんですけど、この G ロフトのカリンシア G180っていう寝袋を一つ持ってるんですよ。この世界で一番になった登山家も愛用しているシェラフ、あれシュラフじゃないの、シェラフな、まあいいや。でミリタリーシュラフ世界シェアナンバーワン、カリンシアのミリタリーシュラフになるんですけど、フィンランド、スウェーデン、スイス、ドイツを中心に EU27 カ国の軍隊に使用されて、25年ほど前から NATO 軍にも使用され、EU 以外はインドの山岳警備部隊等で使用されています。で世界で1位で今まで500万個以上のシュラフを販売してきました。ということで世界的にかなり有名なシュラフになるみたいなんですよ。世界で有名とか軍隊が使ってるとか、皆さんも僕ハスキーのテントを買ったのもそういう理由なんですけど、そういうの好きなんですよね。暖かさと軽さを追求したダウンを超える高品質の中和田 G ロフトっていうのを使っていて、これね洗えるんですよ、この寝袋。ダウンシュラフとかってなんか洗うともうダメみたいなやつあるじゃないですか。だからテントって結構冬にキャンプするとなんかその水滴が落ちてきたりとか結構するじゃないですか。でもこの寝袋に関しては水滴が落ちてこようがもう全然大丈夫で、中綿の常識を覆す高い耐久性と保温力、中綿が抜けにくい特殊構造と抜群の耐久性、安心の保温力表現規格、この辺はやって、NASA の使う技術を使ったサーモフレクト、いろいろとなんかこのふかふかの布団のような寝心地を追求したダブルレイヤー構造とか、極上の肌触り、これ本当に気持ちいいんですよ、この寝袋。このシュラフを買ったんですよ。冬キャンプちょっとやりたいんで。その時買った金額も36,800円やったと思うんですけど、このシュラフをさっき言った中華製のシュラフみたいにビヤって開いた。でテント内のそのレイアウトっていうかなんかいろいろと奥さんやってくれてたんですけど、子供の面倒を見ながら寝袋をこう上にかぶせてこう寝たんですよ。その時何の疑問も持たずに。次の日起きてスライド部分をくっつけようと思ったんですけど、マジでつかないんですよ。もう30分ぐらい格闘したと思うんですけど、本当につかなくって、でこれどうやって外したんって奥さんに聞いたら、めっちゃ簡単に外れたけどみたいな感じのことを言ったんで、じゃあもういっかと思ってもう出ないといけない時間が結構迫ってたんで、もうそのまんま寝袋を開いたまんまでお家に帰って、で家に帰ってこうずっとつけようとしてたんですけど、やっぱりねつかないんですよ、どう頑張っても。これいかんと思ってスライダー部分をペンチとかでこうグーってこういうスライド部分をこのペンチを入れてこう今日開けようと思ったら、スライダー部分までパーンってなったんですよ。これ見てください、これもう真っ二つです。でこの真っ二つになっちゃったんで、一番最初の私の取った構造がアロンアルファでここくっつくんちゃうかと思って、この銀色の部分をアロンアルファでこうつけて寝袋をかましてなんかチーチーやってたんですけど、なんかそのアロンアルファが寝袋についたりとか、もう結局なんかこうしばらく経つとこれがやっぱりパキッてなったりとかっていうことで、もう修復ができなくなっちゃったんですよ。なのでもうこの紐付きのこれスライダーがもうおじゃんになってしまいまして、なのでどうにかしてこのファスナー部分直されへんかなと思ってちょっと調べてたんですけど、こんな商品を見つけました。ズライドオン。使い方は簡単。ファスナーのスライダーを交換するだけって書いてあって、でどんなもんやろうと思っていろいろと調べてたんですけど、サイズを測らんといけないんですよ。スライド部分ファスナー部分のね。でこの寝袋でお伝えすると、このファスナー部分あるじゃないですか。こ
ここです。この盛り上がってる部分の端から端までを測る。でその後にここの厚さ、僕は今指で挟んでるこのファスナーの厚さ、この2つを測って、購入する必要があります。ズライドーンっていろいろと種類があるんで、ここのサイズの測り方を間違えるとなんか取り付けができないとか、あとはファスナー部分の、材質とかによってなんかね種類がすごいたくさんあるんですよ。なのでこれをしっかりと測って買う必要があります。ではこちらの方早速開封したいと思います。青さんの充実。はい、これが私が購入した原品です。ライトもっと明るくしようか。はい、こんな感じです。もう本当にね、作り的にはね、なんかもう普通のファスナーみたいな感覚ですね。で、こいつなんですけど、さっき説明したやつがちょっと説明書にあったので、こんな感覚です。ファスナーの測り方。ファスナー測るやつがあったら、すごい便利だと思います。修理は簡単。スライダーを交換するだけ。パチッ。めっちゃ簡単じゃないですか。これで治るみたいなんですよ。治るみたいっていうか、もう僕何回かつけてチャカチャカやってるんで、結果は知ってるんですけど、ズライドーンがこういう風にワニの口みたいにねパカッて開くんですよ。で、ここが開きにくくなってて、力ずくでやったらバキッと折れたみたいなレビューもあったので、それのためのクリップとかがこういう風についているんで、しっかりと説明書を読んでからやった方がいい商品だとは思います。では今実際にどういう風になるのかっていうのをちょっとお見せしたいと思っておりますので、青さんの充実。でこのズライドーンなんですけど、この持ち手のこの丸の部分をパカッて開くとこういう風になるんですよ。斜めに止まる。でこれ斜めに止まった状態でそのまんま後ろにキュッてすると、よいしょ、はい、こんな感じで斜めの部分がまっすぐになったのが分かると思うんですけど、ワニの口みたいな形になるじゃないですか。でこれをこのファスナーのここのくっついてる部分にかませます。かませたらこのワニの口の部分を押す。これだけです。すごいめっちゃ簡単なんですよ。これでもほらほら、皆さんも大切なものあると思うんですけど、そういうファスナー系のやつが簡単に直せる部品っていうのが売ってるんですよ。でズライドーンの、ホームページをちょっと今軽くお見せしようと思います。ホームページじゃねえわ、アマゾンのページを、ズライドーン、僕が買ったのはこの 8C1 ブラックマルプルタブってやつを買ったんですけど、めっちゃ種類あるんですよ。コイル用、メタルプラスチック用、防水コイル用、あとメタル用っていうので、なんかいろいろと種類があって、しかも、この中からのこのサイズがすげえたくさんあるんですよ。あとはここのプラスチック用ってやつですね。こういう表があってですね、メタル用でだいたい幅何ミリ、厚さ何ミリとかで、プルタブ形状がこの形で色がブラックとシルバーがありますよとか、プラスチックの形状で同じような幅と厚さで型番がこれだけいっぱいあるとか、コイルタイプ、防水タイプってあるので種類がめっちゃたくさんあるんですよ。で、一応これがズライドーンのサイズの目安、ほぼ実寸ですがって書いてますね。なので、ズライドーンを1つ買えばこの表を見ながらやれば間違いはなくなるんじゃないかとは思います。こういう Amazon のページ行っていただいてもこういう風になんかいろいろと載ってるところがあるので、実際にしっかりと測って買うことだけはちょっと間違いのないようにしてください。レビューでもゴミになりましたとか書いてる人いるんですけど、ちゃんと説明書見ながらやったんかなとかめっちゃ思います。外すのとつけるのがすごい簡単なんですけどね、これも型番によって違うらしいんですけど、ここをパカッて開くとなんかねロックピンみたいな、見えるかな、このトゲ、これ開ける時にね、なんかね結構ここ触っちゃうんですよ、寝袋を使う時とかに。でここを持った時に「あいた!」みたいな、刺さるまではないんですけど、なんか食い込む的なこんな感じになるんですよ。なのでこの仕様だけちょっとねなんかいまいちっていう風には感じました。あとさっきの YKKAP のやつってちらっとお見せしたと思うんですけど、これね2個ついてるんですよ。寝袋の表側と裏側からチャックが開けられるみたいな仕様のやつなんですけど、ズライドーンでもなんかこっち側とこっち側にもう一つファスナーつけてくれたらもっといいのになとは思いました。
なので、正直その満点あげれるような商品ではないんですけど、ファスナーとかが潰れたで応急処置で一瞬にしてこう直せるっていうところは本当に評価できるところだとは思います。ほんまに一瞬こんな感じすぐ治るんですよ。青さんの休日。こいつ、最初、この世の終わりみたいな顔しながら寝袋いじっとったから、何事なんかと思ったな。こんな形状やったらもうちょっと安くってもいいとは思うねんけどね。でも、プライム会員で送料無料で買ってるからまだ安い方なんちゃ。いや、ちょっとまだカメラ動かさんといてえな喋ってんのに、いつもこいつこんなことして信じられん。1100円でスライダーが一瞬にして治るっていうこのアイテム、すごい本当におすすめです。大切なもののファスナーが潰れたっていう人はぜひ一度リンク貼っておきますのでそちらの方からぜひご覧になってみてください。この動画良ければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。青さんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。